No hate TV. 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 どうもこんばんは。はい、どうもこんばんは。今日も始まりました、ノーヘッド TV ですけどもういきなり4人出しちゃってます。はいはい、どうもこんばんは。今日も始まりました、ノーヘッド TV ですけどもういきなり4人出しちゃってます。誰かな違う。どうもこんばんは。誰かが小玉のようになってるよ。エコー大丈夫かチェンバー現象が起きてる。綺麗だから大丈夫かな。こんなことがあるんですか。いや、初めてのことです。それがエ綺麗だね。コーチェンバー現象。ネットの。これでいけたかな。はいきます。大丈夫でですす。はい。失礼しました。はい。これで大丈夫ですよね。はい、大丈夫です。はい、どうもすいませんでした。いきなり大失敗しました。今日はせっかく来ていただいたのですいませんでした。いきなり4人映ってるんですけど、今日のゲストは加山里香さん、精神科医の加山里香さんと、ポリタス TV お疲れ様でした。はい。津田大輔さん。はい、どうもどうも。い今日生だったんですか、ポリタスは。や、今日はね、ちょっとこれもあるので、早めに収録にして。ありがとうございます。あー、本当にありがとうございます。もう毎日何らかのネット番組に出てますよね。昨日の中止になっちゃいましたけど。そうですね。中止になったやつの Facebook に書いてた野間さんの批評は大変的確だと思いましたよ。そうですね。そういろいろチェックされてるんですね。今日は例のその不正リコール運動のことを、中心にやるんですけど、これですね。例によって、この話死ぬほどいろいろ津田さんも言いたいことはあると思いますのでじっくりやるとして、まず前半ね、いつも小さいニュースコーナーやってるんですよ。で、そこで、もう最初から皆さん出ていただいてるんで、好きなようにコメントをしていただいて構いませんので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、お願いします。ようやく、なんかね、僕ずっとノーヘイト TV、結構やっぱり興味関心もあるので、見ることも多くて、ありがとうございます。ようやく呼んでもらったなって、なんか呼んでもらったのに、なんか結構呼ばれないなと思って、いや、ね、いや、いや、なんか、神々しいから呼べなかったっていうのもあるんそんなことないでしょ。というか安田さんはよくね、僕のに出てもらっているし、はい。はい。なんかやっぱりね、裏番組だしね、なんかね、ライバル心もあるんですよ。もうポリタスを抜くぞって、この1月から、クラックをプラットフォームでやるようになって、で、前は乗り越えネットやったんですけど、ユーザー、登録者数が4分の1ぐらいになっちゃってね。1からの出発なんですよ。なんで、頑張って、追い抜き、半年後ぐらいには追い抜いてるかな。そんな感じで。よろしくお願いします。切磋琢磨ね、していきましょう。はい。では、例によって、はい。バカニュースからやります。はい。先週からこのコーナーができました。週刊バカニュースなんですけども、まずこれ。はい。出ましたね。早速いきます。もう急いでいきますよ。松木隆さんですね。2月7日に公示で、14日に投票の西条市、愛媛ですね、に日本第一党の人が出てて、はい、今、うちが落選運動を大々的に
うちがっていうかね、クラック岡山って言って、岡山にあるクラックが、この、小指らをポスティングしたりしてね、落選運動やってるんですけど、岡山なんか瀬戸内海の反対側ですよ。頑張ってますよね。そうそう。で、まあ、別にこれ内容はあれなんですけど、日本第一党、政策はね、まあいろいろあるんですよ。なんか、中山間地の整備とかね、それっぽいのが。でもなんだっけ、なんか自然なお産とかなんか変なのなかった？何？あと医療自然、医療っていうところで、なんかよく読むと自然なお産とか言って、なんかその、ちょっとスピったね。そうなんか帝王切開を減らしましょうみたいなこと言ってましたね。こんな、うん細かく読んでるんですね。僕なんか政策なんか読んでないです。だって別に、第一党っていうだけでもうアウトで決まりじゃないですか。そうですね。まあ、はい第一党らしくね、その教科書問題なんかにも一応首は突っ込んでいるわけですけどね。うんうん、ただ問題はまあ今この顔面に出ているのが、まあ今回の多分争点というか焦点になっているところだと思うんですけども、この真ん中のため書きですよね。ため書きっていうのはいわば応援メッセージですけども、これよく見ると、まあ、鈴木信之とか桜井誠っていうのはまあ当然としておいて、この真ん中のため書き、これ誰がため書きを寄せてるのかってことが今回今注目されているところですよね。黒川理恵子さん。って知ってるんですか？黒川理恵子さん。いや、僕初めて知ったんです。自民党の議員でしょ？愛媛県議ですね、自民党のね。まあ自民だったらまあそういうこともあるんじゃない？まあだから多分、地元ではなんか仲いいんでしょうね。で多分ね、まあその、他の人もそうだけど、第一党の地方議員の候補で、まあ普通の、町内ではいい人だったりするんじゃないですか。でも第一党から出たばっかりに、僕らにめっちゃ、やられるっていうパターン反対されるっていう、かわいそうにね、っていう感じで。これまで別にヘイトデモに来たりとか、そういう人じゃないわけ、この人。わかんない。そもそも愛媛でヘイトデモやってないですからね。まあ、もしかしたら広島とか岡山に遠征したかもしれませんけどね、僕、黒川理恵子さんとかなんか事務所に何とか電話してるんですけど、まだ全然繋がらないんですいません、報告ができなくて。ただ、この人はなんか、元最長市議ですからね、そういう辺のつながりがあったんだと思います。はい、次。はい。これは、はい、貴殿は私の訴訟に耐えられるかな？はい、終わり。負けたっていうね。はい。まあ、ネトウヨらしい、振る舞いですよね。まだ控訴はしてない。控訴はしてないの、まだ。わかんない。いや、したかどうか知らないけど、まあ、それもどうでもいいんじゃないかな。どうせ勝てないでしょうね。まあ、ただね、これ、まあ、当たり前の判決だと思うんだけども、やっぱりその裁判官がね、これ、公正な論理であって、違法性を欠くってまあ、発言してるわけですよね。つまりその公正な論評っていうのは何かっていうと、これ被告であったこの山崎正弘さんがいわば、差別主義者だっていうことを指摘したわけですよね。こうした人を講演会に呼んでどうなのかっていうツイートが問題となって提訴になったんだけども、その発言そのものが公正な論評だと裁判官は認定したわけですね、裁判所はね。つまり武田さんを差別主義者だと、すること自体は公正であるということがきちんと裁判所で認められたっていうところが僕は非常に大きかったなと思ってます。裁判所にレイシスト認定されたってことですよね。ということですね。まあ、それは当然として、問題はですね、この武田さんってこの間の放送でもやったけど、ほら、この渋谷のね、東急ハンズのところにある DHC スタジオでね、この若い子を集めてなんか教えてるんですよ。学校では教えないこと。で、学校では教えないことってもちろんレイシズムですよ。それで、もうそういうことをやってて、このなんかアイドルみたいな、アイドルっぽい、オルガン坂なんとかみたいな、そういう名前の、ね、アイドル DHC がね、そういう番組をやってるんですよね。でね、そこでね、こういう感じでね、若い女の子にね、なんかこう、教えてるんですよ。で何を教えてるかって言ったらこれですよ。ひどいでしょ？これね、なんか、番組動画で見たらもう、なんか、切れそうになります。それでこの若い女の子たちが、かっこいいとかでやってるんですよ。やばいでしょ。だから、そういうところかな。まあ、裁判で、この間の判決がそういうのに、抑制に役立てばいいかなと思うんですけど。そうですね。でもこの人ほら、なんか陸上自衛隊の幹部候補生学校とかの講演とかにも、なんか講演が多いんですよ。それであと、なんかいろいろ市町村、自治体でもこの人をね、前もね、これで、こういう講演。日本がなぜ、これね。そう、これが中止になったんだけど、
今週もあるんですよ。土曜日。これなんか、西都市社会教育課が主催の、うんこういうところに呼ばれてるんだけど、やっぱりみんな知らないからかな。でもあれですね、これ、武田さんだけじゃなくて、エポがいますね。エポってこのエポってあのエポなの？あのエポなのか。あのエポでしょ、多分。うんなんかそういう、あれなんですかね、関係の人なんですかね。そういう、いや、そういう、まあでも、斉藤氏が主催のなんか古墳のイベントだから。これ歌のプレゼントだけじゃなくて、だってディスカッションしちゃってますよ、これ、エポ。ディスカッション見たら。かけるエポになっちゃってるから。マリ古墳っていうなんかそういう地元のなんか人がいるんだよね。ただミュージシャンもね、最近確かに多いですから、まあ全然不思議ではないっちゃないんだけど、そういうようなことがね。だよね。だから、こういうのをそろそろ、なんか、いつになったらやめんのかなって思うんだけど、なんか、もうこっちをもっと宣伝した方がいいような気がするよね、この盗撮事件ね。あとであれですよね。あと、まあ、山崎さんね、裁判勝ったのはいいんですけど、まあ、結局、判決って、まあ、山崎さんが訴えられて、まあ、ある意味で言うと武田さんがもう完敗で、訴訟費用も負担すると。なんだけれども、結局、もうなんか、山崎さんがね、それの対応しなきゃいけなくて、失った時間で、そうですね。入ってこないので、まあ、だから、スラップとは別に言わないまでも、しかし嫌がらせですよね。そういうところがあるっていうのでね、やっぱりそれは訴えたもん勝ちみたいなね、ところがあるっていうのはね、ちょっと、いろいろ思うところはやっぱありますけどね。はい、安田さん、もう次行っていいですか。そうだね。これ武田さんね、以前ね、韓国はゆすりたかりの名人だって、まあ、話したことがいろいろ問題になってますよね。ゆすりたかりの名人って他を指摘するぐらいであるんだったら、ご自身振り返ってほしいですよね。以上です。まあ、こういう、はい、武田さんは、みんな使わないようにしましょうねって。はい、次。森本っていうね、なんでタイトルになってるかっていうと、これね、ネット上とかでね、なんか森本さんって思ってる人がどうもいるっぽいんですよ。なんか、まあ冗談で書いて、あだ名的に森本がって言ってる人もいるんだけど、中には結構な割合で森本さんと思ってる人がいて、森本会長とか、森本会長って見たことありますよ。なんか。だから、これもネット上らしいなと思って、まあこれ、僕らがやるほどのことではないので、もう世の中でね、十分問題になってるので、ちょっと、うちは別の視点というか、これね、産経の海外向けニュースサイトなんですよね、ジャパンフォワードって。で、これがちょっとひどいんですけど、今回ね、要するにセクシズム発言ってことで、海外の、大使館の人とか、まあ、向こうのメディアからもすごい批判されてるけど、こういうふうにみんなが、Don't be silent っていうタグで、こういうふうに意思表示をしてるじゃないですか。で、これに、そのネトウヨのコメントが山ほどついてて、で、ほとんどがじゃあウイグルはどうなんだとかね。で、それで加山さんまでついでに炎上するっていうね。まあ、いつも通りっちゃいつも通りですけど、なんかそんな。今やドイツ大使館の全然関係ないバレンタインのツイートとか、そういうのにまでも全部ひどいリプがついてて、もう、ドイツ大使館の人だったら、誰かがもう日本と断交したくなるレベルだとか言ってたけど。だよね。ここ数年ずっとそういうことが行われてるじゃないですか。日本のネトウヨがひどいことを海外に直接言って呆れられるみたいな。でももう、やばいよね。どうすればいいんですか、安田さん。いや、やばいのは当然だとして、これ、加山さんのところにも、これ、ものすごい非難が来てるわけでしょ、これ。なんかだからこれに対して、だから私、加山さんは、まあ、ネトウヨをバカにするからだよね。煽るから。だからこれにみんなこんなことやるよりウイグルをどうかしろみたいに
これにリプライしてるんだけど、その人たちが、もちろんだからその人タイムライン見ると、もともと全然ウイグル問題なんか関心もないような、むしろこう、ヘイトみたいな人たちなのに、いきなり人権派ぶっちゃって、ウイグルをなんとかしろって言うんだけど、それがもう一丁紙だから、ウイグルっていうのを間違っちゃって、なんかルグイルとか、ウルグアイとか、とんでもない間違いをいろいろしてるのをみんなこう収集して、まあ、それで笑うみたいなね、のに私もちょっと乗ったら、もうそれがなんか、ウイグルをこんなに苦しんでるウイグルの人を笑い物にしたとかいう、いや、あんたたちを笑い物にしてるんだよっていうの、その二段論法が通用しないからね、彼らはね。私がウイグルをバカにしたっていう話にすっかりなっちゃってて、花田、月刊花田とかもそれをツイートして、加山里香がそういうのバカにした。もうそれへの抗議が半端ないんですよね、もうね。ウイグル側とか、ウルグアイ側とかね、なんかずっとそんなんだからね、それでウイグルの場所も知らなければ何なのかもわかんないままみんな言ってるんだけど、それを。ウイグルに全く関心がない人間に限ってこういったことに言及したがりますよね。まあ、でね、問題はね、カウンターの人とか、佐賀の人だって、佐賀の人だってウイグルの人権弾圧に対してもちろん声を上げてるわけですからね。そうですよね。むしろ左派の方がちゃんとやってますよね、そこはね。別に森の発言に抗議して、ウイグルの発言に抗議、2つ一緒にやったっていいのに、なんで1つしかできないと思うのか、森のことは言わずにウイグルを言えとか。いや、というかなんか、次北京オリンピックでしょ、来年。東京オリンピックでしょ。それで、よく考えたら、2008年に北京オリンピックがあった時に、ウイグルのチベットの人権問題がすごくそのクローズアップされて、向こうのデモの弾圧がかなりあって、僕、フリーチベットのデモかなり行ってたんですけど、そこから12年経ってまたその中国ってなるけど、ネトウヨはちゃんともう前よりもちゃんとデモができないんじゃないかなと思ってるんだよね。前はデモの主催してたのは民主党の議員の人とかですからね。自民がそんなこと動くわけないしね。でもなんか昨日超党派かなんかで、あれでしょ、ウイグルの人権弾圧なんとかしろみたいな議員連盟がなんかで出したりして、そうなんだ。はい。これやっぱり問われてるのが森の差別性じゃない、本来は。でそれに対していろんな人が声を上げてることが一番問題、僕らは本当伝えなくちゃいけないことではあるんだけれども、これね、後の話にもなるんだけど、ちょっと一言言及すればね、例えば、この後半にも登場する高須さんですよ。高須さんなんかね、例えばもともとオリンピックは女人禁制だったみたいなこと言ってるわけですよね。これが伝統なんだと。で、こういう形でもって森用語みたいなかなりのエクストリーム用語がまかり通ってしまってるっていうことが非常に腹立たしいとは思うんだよね。もともとさ、オリンピックがどういうものかってことはいろいろ議論はあるところではあるんだけども、この古代ローマではスポーツってのはもともと軍事訓練みたいな実用性があったからこれスポーツが発展したっていう歴史があるわけでね、ちんたらゴルフやってる人間にそんなこと言う暇ないだろうって僕は思ってるわけですよ。で、こうしたいわゆる女人禁制なんていう言葉を持って森擁護をするというこの構図そのものが非常に醜悪に感じてなりませんね。はい。まあこれあれですよね、矢沢さんのおっしゃる通りだし、僕が思ったのは、女人禁制っていうのをスポーツ文化で認めるけれども、同じことこれ選挙権で言えるのと。例えばだからもう女性のね、参政権が認められたなんて、世界的に見てもここ100年ぐらいの話で、せいぜい本当に6、70年前ぐらいは認められなかったみたいなのが多かったけれども、いや、女性からはもう伝統なんだから選挙権は取り上げるべきだっていう発言は、なんていうか、森本さんの話よりももっとアウトじゃないですか。でも、高須さんはなんかそれであっても、そうやって擁護しかねないところがありますよね。あとすごい嫌なのは、必ずそういうことがあると、森も言ってたけど、なんか家内に怒られたとか、娘に怒られたとか、自分の家族の話を出してきて、ほんでなんかうちは女が強いんだみたいにして、だからそんな女性を蔑視してるわけはないみたいな、すごい賠償化した個人の話に落とし込めて終わろうとするっていうさ、もうそれがすごい嫌ですけどね、もうね。なんか、もうずっとそういうことを平気でみんな言
ってるけど、例えば昔ね、神の国、日本は神の国だとか言って炎上したわけじゃないですか、あの人。で今だったら炎上しないよねって思うんだよな。なんかそんな感じしますよね。あとなんだっけ、ほら、なんか年金は子供を産んでくれた女にご苦労さんって言って渡すものであって、子供がいなくて楽しく暮らした女の人に渡すもんじゃないみたいな。私、子供がいないから、もうすごいその時はこうムカついたんだけど、でもそれだって今だったら、杉田水脈的な感じの発言で、なんか一部のもちろん女性は怒るだろうけど、確かにみたいな話にこう何かやらせんよね。だよね。だからまあ、なんかこう、批判する力が国全体で弱まってる感っていうか。だから世界ではその女性に対しての発言ってこれだけデリケートになっちゃってみんなこうやって声を上げるようになってるのに、逆に日本だとそういう声をむしろ上げられない感じすら出てくるっていう、その批判が弱まるって、何この差はどうしちゃったんですかね。なんかもう後進的な、なんか、未開の国みたいな感じで、中世みたいな感じになっちゃったな。はい、次。そうだね。ちなみにそのオリンピックでならば、その近代オリンピックを作ったと言われているそのクーベルタンだって今、特に先進国でみんな批判の対象になってるわけですよね。この女性を参加させなかったっていうことにおいて、クーベルタンはずっと批判の対象となっているにもかかわらず、何週遅れだって話ですよ、今こういったことで人気性なんかを持ちてくるのは。これ、1928年のアムステルダムオリンピックに出た人見絹枝をも否定するような論理だからね、これはね。高須さん、反省してくださいって話です。はい、次いきます。バカニュースは以上で、次はね、ちょっと気になったことで、新しい話なんですけど、ハーバードロースクール教授がネトウヨに、これちょっと一部で話題になってるんですけど、この人ね、なんかね、こういう産経にね、慰安婦は、売春婦だったんだみたいなのを、言ってるんですよ。それで、言ってるっていうか論文に書いてるのね。で、その、論文っていうのが、ハーバードのサイト、これはどっかの医学サイトに載ってるんだけど、ハーバードの大学のサイトにも似たような論文をいっぱい載せてて、で、内容はネトウヨ論理、いわゆるネトウヨ論理の、別に、新しくもなんともないようなことばっかりなんですけど、安田さん、これ知ってましたこの人。マーク・ラム・ザイヤー。マーク・ラム・ザイヤーさんですよね。で、この人が日本人のどんな論文を、誰の論文を引用したか、援用したかってことが僕一番の問題だと思うんで、多分野間さんがこの後移したと思いますけども。そうですね。で、これね、産経のね、さっきのジャパンフォワードっていうサイトにもその論文のことを、記事として載せてんだよね。で、海外発信をこうやって、産経とか頑張ってんだけど、最新のね、ジャパンフォワードの記事のやっぱ一番上のもう、写真見ただけでわかるけど、フェイクイメージズ、フェイククレイムズ、軍艦島、ネイティブスなんたらっていう、要するにその歴史否認のそういうことを英語で発信するのに、このラムザイヤーさんって人がガンガンにこう協力してると。っていうようなことがありまして、なんていうの、ハーバードのテキサス親父みたいな感じ？そんな感じの立ち位置にいる人なんですよね。こういう、ちゃんとした人なんですよ。会社法とかの専門家の人らしいんですけど、三菱がお金出してるんですね。で、そこ。なんか18ぐらいまで日本育ちなんでしょ、この人。そうです。宮崎育ちかなんかで、日本語がペラペラなんです。で、なんか三菱がお金出してる、その学部みたいなところにいて、そこの会社とかのそのビジネス関係の法律の専門家らしいんですけど、さっきのその問題の、慰安婦のやつは、もう論文はこういうタイトルね、Contracting for Sex in the Pacific War。太平洋戦争における、性の契約。要するにこの中で語られていることは、慰安婦っていうのは、よくその、業者と、きちんと契約を結んだ上で、営業していた売春婦だったのだというような話を、いろんなそのネ
ネトウヨ文献をもとに、論文の形にしていると。で、この人ね、なんかブラック問題の論文もいっぱい書いてて、それは片岡さんが、もう全部ものすごい批判してるんですけど、要はこれも非差別部落っていうのは、その差別を武器に特権を得るような人たちなのだみたいな、そういうような日本のネトウヨのありふれた感じなんですね。で、こういう論文も書いてて、これはそのハーバードのサイトに載ってるんですけど、仮想階級の相互監視、部落在日沖縄の事例からっていうタイトルなんですけど、これは要するに何かというと、マイノリティ、日本のマイノリティっていうのは、その差別されているということを、弱者であることを武器にして、自分たちの利益を、得るようなことをしてきたと。で、そのために相互に監視して抑圧してきたんだみたいな話なんですよ。まあ、大体どういう内容かってわかるじゃないですか。で、問題は、さっき安田さんがちょっと言いましたけど、この論文ね、引用文献はもちろんちゃんとついてるんですけど、これ見てください。余命ですよ、余命。余命から引用して、余命、桜井ってもちろん桜井誠ですよ。バンド。これやばいでしょ。で、バンドあの人ですよ、バンドただ厚くなんからっていう。だからもう完全にネトウヨ文献の余命まで引用して、この時点でもうこの論文の信憑性っていうのは、もう大体わかるじゃないですか。もうダメなやつなんだなっていう。で、こういうことが今、で、この人にその産経とかいろんな人がその記事で取り上げたり、賞を与えたりとか、そういうこう、チヤホヤして、ニューテキサス親父みたいな感じになってきたんですよね。津田さん、この人知ってました？いやー、これ僕知らなかったですね。でもいろんなこと思いますね。つまりこれ、余命を引用してるのかってチャットなんかでも笑ってる人多いし、もちろん笑えるけれども、つまりこれ書誌情報としては、余命ってあれ、聖林論が本にもしてるじゃないですか、確か。だからつまりは、要するにブログみたいな記事じゃなくて、一応やっぱ本っていう形にしたことで、一応こういう引用するような、なんていうか、それっぽさを与えてしまっているっていうことの、やっぱり聖林堂のこれ、社会的責任とかだって当然問われるべきだろうし、いろいろ思います。僕がやっぱり思ったのは、5年前か、大統領選挙、アメリカ、トランプが大統領になった時に、向こうのオルトライトの親玉、理論的支柱のジャレット・テイラーっていう人、インタビューしたことあるんですけど、やっぱりなんかその絵とすごい似てますよね。ジャレット・テイラーの日本語も完璧で、日本語ができて、ある種の日本に、差別的な心情も込みで、要するにもうオルトライトの人たちって、日本のことを理想的な国だと思っていて、めちゃくちゃ日本好きが多いので、でもやっぱそういう人たちがハマる罠みたいなものとすごく同じ構造でしょうし、でもこの人って別に差別問題の専門家でもなく、要するに全然自分の専門とは違うことで、論文を書き、でもそれがハーバードロースクールの人っていう形である種の専門性がロンダリングされて、それをまた産経新聞がロンダリングしていかにも権威あるかのように言うわけでしょ。もう何重にも醜悪な構図だなっていうことを思いますよね。安田さん知ってました、この人？だから僕、先にネットで知りました、この人は。だからマーク・ラムザイヤーの論文を見て、ことの深刻さに気がついたんだけども、だから、余命であったり、桜井誠であって、今、津田さんが言った通り、一定程度の権威を持って受け止められてしまうような構図っていうのが確かにあるわけで、保守速報ですら文献の一つとして挙げてるような論文だってあるわけですよね。そうしたことを考えると、いわばそのロンダリングって津田さんおっしゃったけども、まさにロンダリングであり、あるいは権威づけであって、書籍になっているだけで、それが一つの言論の一角を占めてしまうってことは非常にやっぱり大きな問題だなと思います。だってこれ、つまりは、要するにネトウヨあるあるですけど、つまり、要するにこの論文だけ見るとちゃんとエビデンスがある、ソースがあるように言ってくるけれども、要するに桜井にしたって、余命にしたってね、様々なものっていうのが、そこで書いているものに対して何か論拠とか、エビデンスがあるかって言ったらないわけじゃないですか。どう考えても行き詰まるもので、その行き詰まるみたいなところまでのやっぱり検証みたいなのもね、されてないですし、結構これでも、
割と本当にあれじゃないですか、ニューヨーク・タイムズとかが取り上げたら、大きなことになるような気もしますけどね。まあ、ハーバードのね、学生とかその先生とかがもうすでに結構大きな声を上げてるんだけど、こういうふうに、日本のその歴史否認の人たちがアメリカまで出かけてて、一生懸命ロビングしたりとかいろいろやって、まあ大体は、シェイムオンユーとか言って怒られて帰ってくるっていうパターンが多いんだけど、やっぱり少しずつこうやって影響を与えていくなと。でもこれってあれですよね、僕のやっぱり、追いかけてきたね、分野から見ると、やっぱり、なんていうか、このロンダリングみたいなものとか、経路自体が、すごく Q アノンとかとつながってるというか、つまり日本って匿名掲示板があったわけでしょ、匿名2ちゃんがあって、そこである種の、桜井みたいないうような、ネトウヨとか陰謀論っていうのがどんどん在日特権とかね、陰謀論が生まれていって、で、その匿名掲示板に影響を受けて、実際、西村博之君とかもやっぱり関わって、4ちゃんっていう4ちゃん、そして8ちゃん、8君につながっていって、それがだから本当に日本以上に大きな影響に与えて育ってしまうっていうことがあるじゃないですか。だからなんか、日本とそれも同じで、やっぱり結局、それがネットだけではなくて、同じようなソース不確かなものが学術論文という形で輸出されていって、すごくいかにも本当のような予想になっていくっていう、日本がやっぱりだから、やっぱりこういう情報に対して放っておけばいいんだよっていうことがやっぱり間違ってるなっていうことがすごくよくわかるなっていう事例だと思います。ちょっとだからきっと問題はね、うんいかにね、例えばそれが桜井であったり、嫁であったりって一見笑っちゃうような、しょぼい、いわばその書籍が土台となっていたにせよ、このマーク・ラムザイヤーっていうのは、この人自身がある種の権威になってるわけですよね。で、しかもハーバードのこの人、ローでしょ。で、一定程度の影響力を持ち、その論文に関しても一定程度の評価を与えられている人間が、いわば、こうした余命だとか桜井とかの文献を土台とした、論文を書いたっていうこと自体が、今度は日本でマーク・ラムザイヤーの論文だからという形でまた権威を持って輸入されてくるということ。つまり、それで差別が箔付けされるっていうね、こと自体が、やっぱり僕は非常に不愉快だし、腹立たしい思いをしてますね。いや、多分ね、きっとこれ、学術的な人が見れば、この雑誌って多分そんなに査読とかもなくてね、おそらく書いたら載る的なものかもしれないし、査読があったにしても、すごくライトなものか、軽いものかもしれないから、学者から見るとね、この雑誌は大したことないとか、査読がないじゃないとか言って、だから相手にすることないんだよって言って、あんまりその学術的な人はもう相手にしないかもしれないですよね、なんかね。だけど、そこに一応論文の手をなしてるとか、ハーバードだからっていうことで、産経とかそういうところは飛びつくわけだから、そういう意味では、その分野のちゃんとした学識がある人たちも、これがいかに意味がないかとか、この雑誌に載ることは実は全然権威じゃないんだとかっていうようなことを、あんまりスルーしないで、本当はきちんと言っていかなきゃいけないですよね、きっと、一つ一つ。あとね、でしかもこれ、ブログと違うから、誤認でも誤読でもなくて、この人、ブラック差別は嘘だって言ってるわけですよね。ないって言ってるわけです。差別の存在そのものを否定してるわけで、そのこと自体は完璧な誤りなんだっていうことを、やっぱりきちんと、やっぱりアカデミズの立場、分野からも声を上げてほしいなっていう気がしますね。そうですね、本当そうですね。これね、マイノリティこそが、要するにマイノリティの人たちが、特権を駆使してるみたいな話っていう自体が、これ、立教大学のね、木村忠正さんがよく言っているネットの書き込みっていうのは、むしろそのほとんど、いわゆる格好的な弱者の人たちが持ってる利権、弱者利権に対する攻撃がやっぱりパターンとして一番強いんだっていうような、そこの典型のパターンだなと思って、やっぱすごくなんかね、日本とアメリカで起きてることがどんどん似てきてるなっていう、そう思いましたね。そうだね。あとなんかこの間からの流れで言うと、ノーヘッド TBT 今年に入ってからずっと会社の話ばっかり毎回取り上げてて、で、先週も憎悪の会社っていうテーマでやりましたけど、この人もやっぱ会社法の専門家で、やっぱり経済とか、商売とかそっち側の視点っていうものから、慰安婦が契約をきちんと結んだ商行為なんだという話に多分至ってんじゃないかなと思うんですよね。だからその経済市場主義的な
市場主義というか、なんかその現実主義で経済のことを考えることによって、いろんなことが写生されていくっていう、そういう問題の一種なんじゃないかなという気もしました。いよいよ本題いきまーす。お待たせしました。はい、これ。The Great Recall Swindle ですね。今日はね、なんかいろいろ図版とかもいっぱいあるんですけど、もう好きなように話してもらっていいですか？津田さんと加山さん多分言いたいことが、津田さんとね、加山さん山ほどあると思うんで、ちょっとたんで、津田さん、どうぞ思いのちょっと先にじゃあ、最近の、直近の経緯だけ押さえておきますね。はい。直近は、こうです。まずこれ先週やりました。83% っていうのを戦艦数えたと。で、おっていうのも、これいよいよ本当じゃないかって言って、そこから後の動きが、こうですね。こんなんだったわと。で、もうほとんど防いだわ。ということで、これなんとかちゃんとやりなさいよって、こう新聞とかも言い始めた。あと、市議がね、これは5日ですけど、勝手に名前に使われた、議員さんっていうのが何人もいて、刑事告発しちゃったと、いうことですね。これは、この前に、別の市の人がやっぱり5人ぐらい、刑事告発してますね。それから、こう新聞の社説もちょっとなんかこう、起死鮮明に、なってきました。なってきたんだけど、これちょっと後でまた話しようかなと思うけど、社説いろいろ見て結構でも責任を明らかにせよとか民主主義の破壊だとかってみんなすごいもう、まずは実態解明の徹底だって、その通りなんですけど、いろいろチェックしたけど、やっぱりどれ一つとして、これがヘイト案件で、レイシズム案件であるということは書いてないですね。今それを言う段階じゃないという考えなのかもしれないけど、今までも言ってないから今後も多分言わないんだろうなと思うんですよね。で、これも日経はもう組織的関与って言ってる。これは共同配信の記事ですね。日経共同なんだ。でも、確か社説でも書きましたよ。批判してました。社説にも書いて、社説とはこれ違って、昨日出た共同の配信の記事を入れて。これ日経社説じゃないね。ごめんね。キャプションが間違ってますね。これは社説じゃなくて、社説もなんか書いてたけど、これは社説じゃなくて、はい。これすごい吹っ込んでた、少し。で、これ、社説はい。はい。これが、その戦艦が、どうもなんか、はっきりしないと。刑事告発するのかしないのかよくわかんないみたいな状況になってるみたいなんですけど、この辺は加山機関が詳しいのかな？いや、だから、ずっと、刑事告発を検討ってなってたんですけど、昨日のその共同配信の記事には、こうなるとまた深読みの陰謀論みたいになっちゃうんですけど、刑事告発の調整って書いてあって、これは検討から調整になったから、本当、やるっていうことではないかということをちょっと希望的に思ってるんですけど、でもなんかもう今すぐにでも、戦艦が全部ね、調査終わったら刑事告発するっていう話もあったんですけど、どうもそれがすぐには、されてないですよね。それで、県警もだからもう、本当は去年のうちに捜査本部を立ち上げるとかなんとかっていう話もちょっと聞こえてきてたんだけど、そういう動きも、なんか個別にはいろいろ、調査というか捜査というかしてるというのもあるみたいですけど、まだこう、大々的にはなってなくて、それがどうしてなのかっていう、すごくうがった見方すると、4月の名古屋市長選にあまり影響を与えたくないんじゃないかっていう、そこを回避したいという話もちょっとあったりして。その辺はその加山機関の、加山 CIA のエージェントの人たちから現地の情報がバンバン入ってきてたりするしないんですか？バンバン入ってないですけど。今日でも言っちゃってもいいですよ、全部。
いやいや、バンバンは入ってこないけど、でもまあいろいろ地元の人たちでね、まあ、いろいろ噂やら情報を駆使して、こうなってんじゃないかっていうようなことは。津田さんとこは、いろいろ向こうからなんか裏話とか入ってきてますか？裏話っていうよりかは、これは多分ね、加山さんがどこに入っていた話と多分近いとも思うし、もともともうかなりリコールをやっていて、でその署名がもう43万だっていうところ自体から、もうちょっとこれはひどいと。大問題になるぞみたいな話っていうのは、ちらほらね、やっぱり関係者の人とかからは、入ってはきていたので、ただ予想以上でしたね。本当、ここまでとはっていう形で。だから、ただ、これは言われてるわけだけど、はい、どうぞ。これ、有効証明がね、7万ぐらいしかないって話になりますよね、この今の報道通りだとすれば。これ、受任者7万っていうのは、まず本当だったんですか？いや、多分これもツイッターとかのレベルでしかわからないんですけど、私、県外の人間ですが、受任者になったとか、なんかそういうとんでもない人もたまに書き込んでるから、もう何か登録した人は全員受任者っていうふうに多分カウントしたんだろうと。だから本当にその中に有効な受任者として機能できる人がまず何人いたかもわからない。それからこれリコール7万はいないだろうね。ですぐから、だいたい大村知事お辞めくださいっていう、リコール事務局のフォロワーが4万でした。それぐらいしかいないんですから、なんか7万もいるのかっていう話と、あとは、始まってすぐから、とにかく、受任者に登録したのに署名簿が届かないっていう話はもう最後の1週間ぐらいまでまだ届きませんとか、あと届いたけど間違ってるっていうのがまたすごく多かったですよね。自分の誕生日とか、大正生まれってなってますとか、そういうのばっかりで、それを訂正してくれって電話したけど繋がらないとか。だから実際にまともな、受任者としてまともな署名簿を受け取ってる人がどれぐらいいたのかは、全然もう多分、7万どころの話じゃないと思いますね。で、もう私たちツイッターで、もうツイッターしか彼らは連絡手段がないので、アクティブにその受任者として、今日何人署名集めましたみたいなことを言ってる人たちって、本当数百2、300なんですよ。多分、数えると。でもちろん書かずに、ツイッターはせずに、コツコツ署名を集めてる人が、何百人からいるとしても、私本当にそれは受任者として近所の人に署名をね、一生懸命回って集めた人って、もう本当に1000人とか、なんかそんなだったんじゃないかなとさえ思いますけどね。1000人はいないかもね。なんかそういう気にちょっと感じでもそうやってさ、誰かがそのね、署名をね、偽の署名を紛れ込ませて、邪魔しようとしたわけじゃないですか。邪魔しようってなんで被害者なわけじゃないですか。アンティファの仕業らしいですからね。アンティファがやったわけじゃないですか。アンティファか加山機関か、どっちかのその仕業なわけでしょ。あの人のそのインタビューを記者会見をちょっと見てみましょう。高須さんの。被害者の記者会見、声を聞いてみましょう。被害者の声。取り戻しつつありますけど、僕の意思を継いで続いてやってくれる人に期待しますと言って言葉を残していったんです。その人たちに対する妨害です。もう絶対に行わないように傷物にしてしまおうという強い意志が感じられます。もう初めのうちに大体初めに誰も見ていない段階で大村知事は報告されてた数よりもだいぶ多いということを誰も知らない時です。大村知事は言ってみ、津田大介さんは中に不正な署名がたくさん含まれているということを報告されているってツイッターで言ってます。選管の人ですらだって63の選管に全部バラバラに分かれてるわけですから、それをなぜ誰も当事者ですら知らないことを
なぜ知ってんですか？すごく不思議だと思います。で、皆さん、一般人の目に触れない点をつないでいくとですね、なんか全然違う像が浮かび上がってきます。はい。なるほどね。まあ、津田さんが犯人だった。津田さんが犯人だった可能性が非常に高いっていうことになってきますよね、こうなってくるとね。ねえ。津田さんが一人でその36万の署名を書いたかもしれない。書いたんじゃないかな。書いてね。まあね、なんか紛れ込んでいたら多分目立つと思うんでね、思うんですけどね。金髪ですからね。なんで分からなかったんだろうかなっていう。真面目に言うと、つまりでもこういうリコール運動って、要するに、公職選挙法でも規定されてるわけですね、地方自治で。つまりちゃんと、いわゆるチェンジとかのネット署名とはもちろん違って、きちんとルールでやらなければいけない。それはそうでしょうっていうね。だから、高いハードルあるわけですよね。だから2ヶ月以内にちゃんと個人情報、住所まで含めてやって、で、それは名簿が縦覧されるようにもなっているし、後で確認もされるっていうことであると。で、これが重要なのって、つまり、リコールの署名って、選挙っていうのは普通空中戦と地上戦っていうのがあって、で、やっぱりこれ地上戦でやるしかないんですよ。もうほとんど個別訪問ができるわけじゃないけれども、だからやっぱり多分これ集めるのは街頭署名をやらなければいけなかったんだけれども、街頭署名って結構名古屋こそが集めづらいんですよね。これなんでかっていうと、名古屋はもちろん人がいるんだけれども、これ街頭署名で集めるのにもやっぱりルールがあって、名古屋の全部のブロックのやつをちゃんと分けて集めるっていうようなことにしなきゃいけないんですよね。だからすげえいっぱいなんですよ。で、それを、何十ってあるようなものを全部、路上に置いて、それでここに置いてくださいみたいなことやんなきゃいけなくて、そういうのってそんな一人や二人ができるもんじゃなくて、もう完全に組織力がなきゃいけないと。地上戦っていうのは組織力こそが鍵なわけなんだけれども、で、それで、名古屋の河村市長なんかは、いや、自分の講演会が、もう手伝うからみたいなことを、高須さんに言ったらしいんですけども、実際のところも河村さんの講演会ってほとんど崩壊状態なんですよ。っていう状況で、そこの組織力もない。で、あったんだったらもっとちゃんとできるはずなんだけれども、それがないから、もうこのままだと、圧倒的に足りないっていう話ですよね。だから今回の署名って、リコール成立させるためには86万円必要だった。しかし今回43じゃないですか。ぴったり半分ですよね。だから半分っていうのがやっぱりポイントで、ちゃんとした署名を集めようと思ったら、そんなもん途中でね、ペースを2ヶ月もあるわけだから、このペースでっていうふうに考えれば、どれぐらい集まるのかなんていうのは当然予想なんかできるわけで、その中で、このままでは本当に数が足りない、ひどい恥をつからしてしまうと考えた、関係者のね、どなたかが、高須会長が知らないところかもしれないけれども、それがやって、良かれと思ってやった可能性っていうのは当然ありますよね、それは。良かれと思ってね。不正行為を染めたっていうね。まあね、86万に達成なければ、いわゆる縦覧っていう、住民がこう1週間ね、自分の地区で見るっていうのもないので、もう、とにかく出しましたって言って、そのままこう、有効に規定に達しませんでしたって言って、戻してもらえるっていう見込みだったわけですよね。そうですよね。だからそこで甘かったのは、そこで彼らが、もしかしたらそれでうまくいったのかもしれないのに、甘かったのは、署名簿にこう一つの署名にナンバリングっていう番号を振らなきゃいけないっていう作業を怠ってたわけですよね。ほんで、選管にその署名簿を出したときに選管の方が、これ番号が振ってないから受け取れませんって言われて、これ大変だとなり、そこでこう、一般のボランティアの人たちも各選管にものすごいこう、頑張って、こう、駆けつけてナンバリングをするために署名簿をこう、初めて自分たちも見たんですけど、その見られたのが運の尽きで、そこでこう、不正な、同じ筆跡とか、カタカナの名前とか、なんかそういうの見つけちゃって、で、だからもうさっきね、高須さんは、誰も知らない時に津田さんは知ってたとかなんとか言ってるけど、あれは全然嘘で、11月4日にもうその署名簿出して、ほんで結局、ナンバリングしなきゃいけないっていうんで、もう選管はすごく優しくて、その日の夜半まで待ってくれて、
結局11月5日、もう日が明けてから全部そのナンバリングが各63の戦艦で終わって、正式に受理されたんだけど、5日の日にはもう、豊川市の倉橋秀樹さんっていう、そのボランティアを一生懸命やった市議が、もうツイッターで、実は自分が見てしまった署名の中に大変に問題のある署名があったってこともツイートしてるんですよね。でもそこからそれを皮切りに何人かの人たちが、まあ、実は私も見たっていうようなことをこう言い出したり、それをこう実はもう出せなくて、自分がもう持って帰ってきたとかね。いうことが11月の5日の時点からもう不正があったってことはもう知られていて、やっぱりってすごく納得をしてたから、それをだから、知らなかったっていうのは、これ11月11日ですけど、5日の日にはもうそれが。っていうかね、知らなかったというか、その安田さんも知ってたじゃないですか。さっきの被害者の高須さんによれば、大村さんも知ってたのは怪しいと。大村と津田が知ってたのは怪しいとか言ったけど、まあ、安田さんも知ってたし、安田さんによると、安田さんの当時の発言をちょっと聞いてみていいですか？はい。ただ不思議で仕方なかったのは、43万って誰っていうことを誰もがやっぱ思ったわけです。僕何回かその名古屋の知り合いの記者なんか連絡していろいろ情勢聞いてたんだけども、誰もが口を揃えて言うのは、周りに署名した人もほとんどいないっていうね。そうなんだよね。で、割と保守的な人からも、その署名数に関する疑義っていうものは、やっぱり耳に入ってくる。これ本格的にやっぱ取材しなくちゃいけないだろうな。もう安田さんも知ってるわけじゃないですか。それで、このさっきの日に、こういうことがもう分かってましたよね。これ11月12日放送なんですけど、これ4日に出して、1週間以内にはもうこういうことが、もうほぼ誰でも知ってた状態ですよね。そう、8割がもう不正っていうのが。この特におたさの姫的な女性に気に入られようと、卒業名簿を丸写しして署名数水増ししてた老齢男性、かなりやばいですよね。見られてたわけですもんね。いや、これね、まあ、まさに、加山さんなんかね、把握したと思いますけど、もう、すっごい、全部彼ら、LINE でグループ作ってやれよっていうことを全部ツイッターでやってるから、全部揉めてるのとか、そういうの気に入られようとして頑張ってるのとか、もう丸見えなんですよ。すっごくリテラシーがないんですよね。なんかねだからね。いや、加山さんはね、もうそのリコール署名の人たちの人間関係とかにも詳しくなって、誰が誰と仲が良くて、誰が今どういう立ち位置ちょっと浮気したとかね。ものすごいもう詳しかったですけど、やっぱりそれずっと見てるとそういうのが見えてしまうし、全部表でやってるっていうのは、まあ今っぽいっちゃ今っぽいんだけども。いや、だけど、なんだろう。でもほら、リコールの一応名古屋とかの署名は10月25日で終わって、8月25日に始まって2ヶ月で終わって、まあ、そこまでもうごたごたがもういろいろあったじゃないですか。その盗聴器事件だとか、まあ私は津田さんが刑事告発されたりとか。でもそこもいろいろなんかあって、もうそこでこう、でも10月25日で一応一区切りについて、で、こう、ウォッチャーたちでも、まあ、お疲れさんって、多分、もちろん不成立だねって言って、まあ、お疲れ様でしたって言ってたけど、そこからが始まりだとは思わなかった。そこからがもう始まりだったんですよね。それも。で、それでだから11月、でもその後ほら、市長選挙があるとこなんかは、一部リコールが、延長されてたので、岡崎市なんかは、まだその後も12月まで続くっていうことで、11月1日ぐらいには、高須さんと川村さんと、あと石木正治さんが岡崎に行って、街頭宣伝とかをして、皆さん署名してくださいってすっごいやる気だったのに、まあその5日、6日ぐらいからこういうね、ごたごたが見えてきたら、突然に7日に記者会見して、もう岡崎も全部終わりますみたいな、ものすごい撤収宣言をしたんですよね。でそれもものすごいその時点でもう、これ、なんか持ったなっていう感じがしましたよね。それはものすごい不自然ですね。それをだから、まあ、体調のせいとか言ってるけど、別に高須さんがね、一存でその高須さんの体調が悪いのと、その岡崎が署名をやめるっていうのは、なんかおかしな話で、だから岡崎で署名をそれでも一部の人は続けていて、それ続けてるのは、
逆に言えばリアルネトウヨでどうしても大村を辞めさせるっていう人たちが続けてたんだけど、だけどなんか逆にリコール反対派は彼らを応援っていうかいいぞみたいな高須さんに反旗を翻してその回収させない、つまり高須さんを早く辞めさせて全部引き上げたかったわけですよ、署名をね出してるやつを。でもそれをさせないで岡崎が粘ってたから引き延ばすためにはそれはいいやってほしかったので、なんかめっちゃ応援してましたよね。ネトウヨを応援せざるを得なくて、高須さんは彼らのことをなんか右往の衆とか急に呼んで、裏切り者とかものすごいこう罵倒し始めましたよね。この不正がね明らかになった時直後にはやっぱ全面否認してましたよね。特に高須河村両人は。つまり不正そのものがなかったんだっていうことと、一部は無効票はあったかもしれないけど不正はなかったんだっていうことをずっと言ってた。今は被害を訴えてますよね。自分たちこそ被害者だという形で。で、加害者があたかも自分こそが被害者であるかのように振る舞ってみせる、怒ってみせるのは、これネトウヨの芸風っていうか作法そのものですよね。自分たちが被害者なんだっていうことを。つまり加害に無自覚な上に被害だけを言い募るっていう、まさにそのネトウヨの芸風作法そのものを今字で言ってる。その結局こう報道が相次いだことによって自ら被害者と規定して同情を買おうとしてるんですかね、彼らは。だけど被害者だったらね、逆にじゃあ誰がそれをやったのかね、自分たちもこう一緒になってそれを必ず突き止めますとか、大体高須さんたちは請求代表者っていう立場なので、今でも選管に行けば署名が見れるんですよ。だからこう確かめに行けば不正はなかったとか言うんだったら確かめに行けばいいし、本当にそれを回収したらすぐ溶かしますとか言ってるけど、そうじゃなくて本当に不正があったかどうかを全部調べますとか言えばいいのに、そこは全然調べるとかいうことはなく、とにかく被害を。11月7日の時点でもう回収して溶かすって言ってたんだっけ、なんかもう終了言ってましたよ、言ってました。それでもう加山さんとかに溶かすクリニックとかで言われてたの、この人で。これ分かんないのは、だから本当にね、高須さん会長自体がどこまでこれを知ってるか関わってるか支持してたかっていうのは正直証明しようがないと思うんですよね。だからおそらくはもう全体的な構造の中で、いろんな人間、事務局が多分我々の想像を超えた100倍とか1000倍ぐらいグダグダな事務局だったと思う。そうだからその過程の中でやっぱ起きてるってことなんだと思うんですよね。でもこういうことになるがゆえに責任が問いづらいっていうですね、非常に矛盾があるというですね。だからちゃんとした指揮系統があって行われたことっていうよりも、なんかさっき言ったようにおたさの姫にこう関心を買おうと思うグループがいたり、いろんなグループもいたりしながら、なんかこう最終的にはこうどこからも8割ずつ不正が来るような、もしかしたらそれ偶然そうなったかもしれないしっていう、よくわかんない、偶然に決まってるじゃないですか、そんなの偶然に。いや、大村さんはおかしいって、どこの自治体も全部こう 82% ぐらいのね、不正っていうに揃ってるのはどう考えてもおかしいって言うんだけど、そんなにこうきちんと数えて、ここはあといくつ足りないとかね、そんな能力のある事務局とも思えないけど、もう一個すごく問題は、その事務局長をやっていた、この間の記者会見にも同席してたのが田中孝弘さんっていう、今度愛知5区から日本維新の会で、もう公認で今度の衆議院選に立候補を表明してる人なんですよ。で、そんな人が、この不正署名の事務局長をこうやっているっていうこともものすごく大きな問題だと思いますけどね。これ多分今その話が出たので、野間さんに送った人物相関図を出してもらえると話がもうちょっと見やすいんじゃないか。すごい陰謀。これすごいよ。ディープステート。作ったんですよ、これを。そう、リコール運動にはですね、ちゃんとこういう相関図があって、まず愛知100万人リコールの会っていうのがありますと。で、それが会長は高須さんですと。で、やっぱりそこに維新がやっぱりあることはあるんですよね。つまりだから、この田中さんっていうのが事務局長と。で、事務局長で、事務局長として送り込んで、そしてまた、このリコール運動って、凱旋者を提供してるわけですね、維新がね。
だから、まあ、ある意味で言うと、その広報支援をしていると。で、またリコールの会に対しては、まあ、この100万人リコールの会応援団というのがあって、一応、まあ、河村もそうで、まあ、それ以外にね、まあ、なんていうか、ウィルとか花田とかの常連、あるいは虎ノ門ニュースの常連のような、まあ、人たちがいていると。で、まあ、それにさっき僕も石木正治さんが凱旋したのは知らなかったですけど、まあ、多分百田さんとか武田さんとか、ダブル武田さんとかは多分凱旋は行ってないんだけど、デヴィ夫人は凱旋行きました。百田さん行きましたよ。で、百田さんとデヴィさんは、もうこれで、リコールが不成立だったら、私たち名古屋にもう来ませんって。言ってましたね。そうかそうか。言ってました。はい。はい。で、まあそういうのがあって、実はやっぱりこれ、リコールが始まる前に、やっぱり相取りが背景にあって、結局その相取りが最初、あれだけの伝突とか脅迫に追い込まれたっていうののきっかけ作ってるのは有本さんなんですよね。有本さんがツイッターで、この企画どうなんですかっていうことを、まず、いろんなね、デマみたいな情報をもとに、ツイッターで松井市長にご中心をして、で、それで松井さんから河村市長に対して電話をかけて、これどうなのって言ってるので、結構ね、裏側ひどくて、で、河村さんが結局、まあ見に来て、見学に来たんですけど、実は見学に来た時に、なんかよく分かんなかったみたいで、なんなら作品の中に海浮かばとか流れてる作品とかもあって、海浮かばいいよねみたいなことまで言ってたらしいっていうですね、証言もあるぐらいな感じだったんですよ。で、その時に、まあやっぱただ小樹像に関してはね、平和の小樹像に関しては、問題視をしてたわけですけれども、でもまあなんかそういうのがあって、だから、まずこれはだから河村市長が動いたものの直接的なきっかけは松井一郎さんからの電話で、それのきっかけを作ってるのは有本さんなんですよね。っていうのが実はこれはあって、それがだから8月の時点でまずあったんですね、その2019年の。っていうのがあって、まあそこのまずやっぱり維新っていうのはつながりがあって、まあその後結局松井さんと吉村さんがずっと大村さんのことをボロクソにしたわけですよね。あんな展示を認めるなんてっていう、本当だったら憲法擁護義務があるはずの、そういうね、公職にある人たちが、要するに露骨に他の自治体の文化事業に対して介入しようとするわけですから、僕もびっくりしましたけれども、で、そういうようなのがまず、相取りの時にも背景にあって、で、さらには、結局今回リコールがあって、そこに対して、その事務局長とね、街宣車を提供。結局、維新も今、自利品なわけですよ。維新もかなり自利品になってきている中で、でもそれでも大阪では、関西では強いから、やっぱそこを、実際にやっぱり名古屋で、愛知で増やしたいんですよね、自分たちの数勢を。で、そういう中で、実際中京都高産なんていうのもね、一時期あって、大村さんは維新とかなり近かった時期もあったので、だからそういう関係もあったんだけれども、大村さんが途中から外れていって、これは希望の党ができて分裂するあたりから距離取り始めたんですけど、そういうのがあって、むしろ維新の2人にとってみると、大村さんが邪魔な存在になってきたので、そういう中で河村市長を焚きつけてやったっていうのが、まさに政治だ、なんか要するに相取りはね、芸術に政治を持ち込んだっていうふうにすごい言われたんですけど、むしろ芸術に政治を持ち込んだのは本当にこの政治家たちなんですよ。そうなんだよな。そういう構図があって、しかもそれが今回のリコール運動でね、こういうふうに背後でそういう広報支援をしてるっていうことでより見えてるっていう。すごい。こっちはこれはね、いかに僕が板挟みになって大変だったかっていうのがよくわかる。もうなんか見るだけで大変そうな感じしますね、これね。でもさ、津田さんに聞きたいんですけど、そのね、さっき維新と大村さんはね、少し近かった時期があったっていう話がありましたけど、今、リコールを進めた側のボランティアでもう高須さんからは切られちゃった人たちの中で出てる話としては、もうだから田中事務局長っていう人と大村さんは実は陰でまだつながってるんじゃないかと。だからその田中事務局長があえてリコール運動を失敗させ恥をかかせるための不正署名をしたっていう、なんかもうすごいこうねじくれたもうずっとそれ言われていて、で高須さんもこの間だけ記者会見の最後の方にいきなり常滑の維新の市議が山田さんっていう市議が出てきて、なんかリコールの人たちはその今の変な右往の州の人たちはなんか大村さんから田中さんに寄付が振り込まれたとかいうの
なんか通帳を出したりして、そういう噂を立ててますがとか急に言い出したりして、なんかその辺の田中さんと、だから大村さんとか、大村さんと維新の関係をまだこう疑ってるっていうか、なんていうか、いう人もいるんですけど、それは全然違いますよね、もちろんね。さっきの、1個目の、リコールの相関図を出してもらえると分かりやすいと思うんですけど、やっぱね、鍵となるのは、やっぱこの上山真一さんでもあるんですよね。上山さんっていう、彼はいまだにやっぱり、もともとだから維新のアドバイザーやっていて、で、その後、小池百合子東京都のアドバイザーもやって、維新からも距離を置かれ、で、東京からも距離を置かれ、実は愛知県のアドバイザーもやってるんですよね。で、元官僚でマッキンゼーっていう人なので、やっぱり実際、で、この上山さんっていうのは、愛知トリエンナーレの検証委員会っていうのを立ち上げて、検証委員会の副座長っていう立場で、実質的にはもうかなり彼が主導的にやっていて、要するに津田に責任があったっていう検証委員会の結論を出したのは上山さんが中心なんですよ。これ他の検証委員会の委員からも聞いているので、別にそれは言ってもいいと思うんですけど、で、だから僕は彼とは対立してるし、で、やっぱり維新とのつなぐそういう距離の一つのやっぱりキーパーソンは上山さんでもあったりもするので、上山さんが別にこの件ではもうリコールに関してはもうノータッチだと思いますよ。ノータッチだと思うし、実際なんだろうな、彼が報告書、僕は報告書に納得してないけれども、ただ検証委員会で報告書を出して、検証委員会として再開すべきだって言ったので再開できた側面もあるので、彼は彼なりの動きがあるんでしょうけど、ただ維新との大村さんのその微妙な距離感みたいなものをつなぐ存在として上山さんがいるっていうことは確かですよね。ただ、これはもう、そうですね、今だから言ってもいいと思いますけど、愛知の時に、もともとだから維新とは、その中京都構想みたいなもので、距離ができてから2018年ぐらいから、距離ができてから、維新と大村さんは確かに距離できてたんだけれども、相取りで決定的に、やっぱ相取りが不自由点騒動で、決定的に維新と大村さんは決裂した感じはあります。実際にやっぱり大村さんと、哀れな人ですねとか言ってましたよね、吉村さんのことをね。あれはね、でもね、間中、結構やっぱ僕もずっと大村さんと電話では話をしていて、もう維新に対しては本当に腹が立っていると。なるほど。やっぱりそのことはずっと、彼も言っていたので、だからそれは、そういう経緯とか、あるいはもうこのリコールに関しても、とにかく、ずっとすごく、そっけないですよね。リコール運動とかで記者ですね、大村さんは。でもこれは、そこの向こうの土俵に乗ること自体が向こうの宣伝になるからっていうので、今度は成立するわけがないからっていうので、そういう態度を取っていたので、むしろどうせ成立しないものをそんな関わってやろうなんていうよりかは、多分大村さんはそれどころじゃなくてコロナで大変だったでしょうから、だからその意味でも、その田中さんと大村さんがつながってどうたらっていうのは、何の根拠もない、一生に付すべき陰謀論だなとは思いますけどね。いやでもね、やっぱりリコールの運動の間、すごく全国からレイシストたちが名古屋に集まって、愛知に集まってね、瀬戸博之から、もう西村とか、いろんな人たちが集まって、ほんでもう大村知事に関しても、ものすごいデマを言いまくったりして、凱旋の普通のボランティアとかいう人たちだって、なんかマイクを取れば、売国土知事とか、もうなんか、出自までね、またよくあるようなね、同様的なね、彼の出自はこうだとかいうことも含めて、ものすごいヘイトデマを大村さんに関しても言いまくったりとかして、あと言ってない話をしたりとか、もう本当に嫌だったと思いますよ。でもそれはよくそこでもうそんなのだって名古屋の市内で毎日凱旋されるわけでしょ。ね、ちょっと1個前のやつにしてもらっていいですか、今のビラのやつに。はい。これの右側の真ん中にいる、安田さんもよく知ってると思いますけど、この伊藤藤夫っていう人、これが、伝突とかを結構やってた、名古屋のおじいちゃんネット用団体の愛国クラブっていうのがあって、僕よくいろんな内定終わった後に、その右派団体のトップと会って話をしてきたっていうのはこの人ですよ。この伊藤藤夫で、会って話して2時間、もう何の、話は平行線だったけど、最後自分たちの話聞いてくれてありがとう、みたいな言って、で、別れ際に、僕一人で、向こうは5人ぐらいいて、なんかビデオとか撮られたりとか結構してたんですけど、
まあ、それで最後、記念写真、イエーイみたいな感じで写真も撮り、で、最後、別れ際、僕らはあなたにラブラブだけれども、再会したら全力で行くからみたいなこと言って、本当に困ったおじいちゃんたちだな、みたいな感じだったんですけど、その人がこの人です。この伊藤さんです。でも、この人たちはでしょ、川村さんの座り込みとかにもすごい協力してた人ですでしょ。そう、でもね、やばいんですよ。何がやばいって、まあ、これもなんかどっかで言ったかな、インタビューで、この伊藤さんって人が、じゃあ、ここにも多分いますよね、どっかにね。でも、結局、この人が、じゃあ、学がないやばい人かっていうと、そんなことはなくて、すごい誰でも知ってる有名な人権団体の、世界的人権団体の、名古屋のトップ、愛知のトップだった人なんですよ、この人が。だから社会的地位もあって、まあ、学だって多分あった人が、今こういうようなことをやっているっていう、だからまあ本当に陰謀論って、バカな人がハマってしまうとかじゃなくて、学がない人がハマるんじゃなくて、むしろある程度そういう社会的地位があったりとか、学歴があったりとか、する人の方が自分でストーリーを組み立ててハマっていってしまうっていう、まあ、そういう何よりの証明でもあるのでね。いや、なかなか本当厄介な問題だなと思いましたね。もう僕、このノーヘイト TV も2019年からずーっとこの話を、最初はもちろん相取りのね、話から始まってやってきてるわけなんですけど、まあ、最初も言いましたけど、その新聞の社説でリコールの不正運動、不正リコールはやっぱりその民主主義を根幹から破壊するとか、まあ今批判をしてる人たちも基本的にそういう論調で、そのことはもちろん全然間違ってはないんだけども、やっぱり維新と大村さんのいさかいの背景にも、だけどレイシズムみたいなのがあって、でそれをやっぱり利用してますよね。それはなんか愛国心だとかそういうものを利用して政敵を追い落とすのに使うっていうのとともに、実際にやっぱり韓国のやつらは許せんっていうふうに普段から思っているので、そこでもう大々的にあれなわけじゃないですか。もう少女が座ってるだけでも発狂してもう終わってしまうみたいな感じで。前これに出た時も言ったけど、もう川村さんたちが見に来たりとかね、有本さんとかが話題にした時も、もうその時は少女像だったわけじゃないですか、完全に。最初はそうなんだよね、途中から。それが、途中から、まあそれで少女像だけだと別になんてことないんじゃないって思われちゃうかもしれないからっていうんで、彼らはいろいろ探して、昭和天皇と、なんとかのね、なんとかの、なんかみたいな、あれを見つけ出してきて、こりゃいいやみたいな感じで、私が10月最後の方に見に行った時も、向こうの在特会の凱旋とかでは、分かりやすいから、写真をもう完全に前面に出して、こんなことがあっていいんですかとか言って、もう完全にあっちはある意味利用されたって感じですよね。そうですね。だからこれも天皇陛下への侮辱をって、ちょっとプラカードが斜めになって分かりにくいけど、陛下への侮辱を許すのかって話になってますよね。だから市長がね、そう河村市長は、まあ、間違いなく変えたんですよ、途中からね。変えましたよね。もうみんな世間に受けがいいと思ってやったんですけど。分かりやすいから。で、やっぱ多分重要なのは、さっきね、野間さん言ってた、まあ、平和の少女像の話で言うと、やっぱレイシズムとセクシズムの両方含まれたことじゃないですか。で、その中で、あと、要するに河村市長の論理としては、いやいや、こういうものを、表現の自由はあるけれども、公金を使うなって、まあ、ネトウヨがほとんど言ったのと同じなんですけど、公金を使うなって言っても、公金を使うなっていうことを言ってたくせに、結局、その後、1年後ぐらいにベルリンの少女像の問題があったじゃないですか。ベルリンの少女像のことがあると、結局これの相手に絡めて、要するにベルリンに対して文句をつけていて、結局お前、いや、その公金の問題であってって言ってたのに、結局少女像もそのものを展示を拒否させね、撤去させようとするんかいっていうですね、やっぱ本人の中でも、なんかね、その設定がね、徹底できてないんですよね。しかもなんか今回なんぼほど公金使ったんやみたいな。5000万だってね、なんだっけ、戦艦で調査するのに5000万臨時に予算使ったんですよね。だからそれだって、もし本当に彼らに
何か責任が生じることになったら、もうむしろ県から要求するべきだと思いますけどね、そんな。あと、ちょっとさっきのね、図のところだけではちょっと説明しきれなかったんですけど、まあ、簡単に言うと、じゃあなんで大村知事と河村市長がここまで、要するに対立していたか。もともとでも、大村さんはね、副大臣とかもやってたぐらいで、自民党の政治家だったわけですね。自民党の政治家で、まあ、保守本流の人だったわけですけれども、まあ、だから知事になるときに、まあ、自民党からは、ある種自民党から離反するような形で、河村さんがある種後ろ盾になって、一緒にやろうぜって言って、まあ、河村さんのある種引き立てで知事になったっていう経緯があって、ある種はすごく仲良かったんですよね。仲良かった河村、大村体制で仲良かったんだけれども、完全にやっぱここ3年ぐらい、完全に仲悪くなったきっかけっていうのがあって、それ、名古屋城の問題なんですよね。問題っていうのがあって、で、まあ、あれはだから本当に、まあ、ポピュリストですからね、河村隆は。だから、それで、まあ、ある種の人気取りとして、この500億円かけて、この木造で天守閣を、やるって話をして、でこの話が一番やばいのは、こんなのだからですね、今、まず木造で江戸時代とか昔の通りにやると、バリアフリーの観点があるので、バリアフリーが達成できなくなるんですね。でもそうすると、もう国の基準に満たなくなるし、それだけじゃなくて、結局、その昔の工法でやると、もう天守閣やっても結局今のもう建築基準に合わないので、そもそもできなくて、天守閣が再現できたとしても誰も入れない500億かけてみたいな話ってなっちゃう。だからそれ本当にそんなのやるのっていうのことがあって、でさらにまずいのは、結局これ河村が先走っちゃったことで、もう天守閣を作るためにもうね20億円分材木買ってんですよ。20億も材木買って、それがずっと放置されてて、その保管費がすごい毎年1億だったんですよ。最高なことですよ、だから。で、それが達成する見込みもないけれども、20億も税金を突っ込んで無駄にしても、あれ、木腐らせるだけですよ、この後。っていうような状況になっていて、それはさすがにダメだろうっていうことを大村さんが言い始めてから、ものすごくあそこが険悪になって、その険悪になってる最悪のタイミングで、愛知トリエンナーレのことがあって、で、そうすると、市長選も控えてる河村さんからすれば、そこで大村を叩けるいい材料がトリエンナーレになったっていうので、それでトリエンナーレが戦争に巻き込まれていったっていうことがあるので、でもね、お前20億円無駄にしてんじゃんって話でね、それ税金だぞって話ですからね。もう何もかもが全部ダメだね。これ今後どうなるんですかね、今後、その刑事告発、まあ、社説でもなんで、まあ、選管もね、刑事告発を検討しますとまでは言って、で、ね、まあ、どの人たちも刑事告発されればね、それは地方自治法違反とか、私文書偽造とか、まあ、いろいろ罪に問えるっていうことに言ってるんだけど、加山機関には情報は入ってきてないですか？誰が逮捕されそうかとか。なんで選管誰が有罪になりそうとか。でもそれやっぱり、やっぱ首謀者の河村さんと高須さんまで刑事責任は、まあ、いくんじゃないんですかね、それは。これは。ただ、河村さんは逃げるでしょうね、応援団で。いや、ただ、まあ、その現実の、その不正署名を誰がやってたかって書いてる人たちで、まだそれを告白して自首した人がいるかどうかちょっと分かんないんですけど、それがもしかしたらさっき津田さんが言ってた河村ネットワークの講演会の人たちがもしも実行犯として署名をしてたとなったり、あるいは河村さんのすごくどこか事務所とかね、そういう場所でその署名交渉を見たくなってたとかっていうことになると、やっぱりそれは悪いんじゃないですか。なんか最近になって高須さん例えばね、近く真相が明らかになるっていうことを言ってますよね。この人何かで問題があるたびにね、近く明らかになる。なんか CM 前の CM
CM 前のバラエティ番組というか、なんか常にクリフハンガー状態でもって何か期待を持たせるんだけども、この人は結局いつも近く明らかになるって何も明らかにならないことが相次いでる、海外勢力にあるサイバーテロであるとか、事務所内の盗聴であるとか、自動車のタイヤのボルトが緩められたとか、散々今出てきて、これも近く真実が明らかになるみたいなこと言って、何一つ明らかになってないわけですよね。で、この後に及んでまた真相が明らかになるってこと言ってるんだけど、これ何か心当たりあります？いや、だから、とか、なんかもう、絵が見えましたとか、この間も言ってたけど、記者会見で。加山機関の全貌が明らかなんじゃないの？それで、だけど本当に今だから、本当に河村さん支持の人たちっていうのも、本当署名をしたとかいう人じゃない、ただのもう、なんていうのかな、騒ぎたいネット用の人たちだけが、もうとにかくそういうふうにトランプと同じですよね。もう何月何日これがあるとか言うと、それ別に嘘であっても本当であっても、その時はわーって盛り上がって、応援してますとか、だからなんだろう、高須さんが起こした去年の訴訟とかを今リツイートしても、新しいものだと勘違いして、その支持者の人たちは、よくやってくれたとか、なんか言っちゃってるぐらい、もう全然時系列も何も、いつ何言ったかもわからないような、ちょっと人たちが今、もう最後に残ってるっていう感じですね。なんかでもね、全体的な状況で言うと、やっぱりだから、トランプ、まさにね、加山さんの指摘の通りで、結局、どんなことであっても、もう高須さんの言うことだったら何でも信じるっていう層がいて、彼はもうその層にしかメッセージ発してないので、しかも自分の中で多分そういうストーリーを組み上げてしまっているので、だから言い切るから、まだ言葉は強いじゃないですか。だから、それをずっとトランプのように繰り返していくっていうことではあると思うんですけど。楽しませてくれるんでしょうね。もうすぐ、です。はい。ただ、一個だけそれでも、なんか僕は予想外だったというか、もう少し、ちょっと希望を持っていいのかなと思ったのは、そのツイッターの中で、やっぱりちょっとこれおかしいだろうって造反する人たちが出てきたっていうこと、あるいはあとはその豊川市議の人ですよね、この倉橋さんっていう人。僕はこの人ずっとツイッターでブロックしてたんですよ。要するにもう、リコール、自分も市議の立場で進めるって言って、実際、その人のツイッター見てると結構相当な右派なので、だからもう、ひでえやつだなと思ってたんだけれども、でもここに対して不正は許せないっていうことで、なんていうか議員としての一応なんか最低限の良識を示していたっていうことは、このこと自体は、素晴らしいなとも思ったので、こういう人が一応リコールをやってる中でも、多少いたことによってやっぱりよりボロがね、見えやすくなった部分っていうのもあったので、これがだからゼロだったら多分ここまでの大きなことにならなかった可能性すらあると思うので、そう考えると結構ギリギリまだそういう人たちの中にも良心はあるんだなっていう意味で、そこはポジティブには捉えましたけどね。だから両親が、自分は一生懸命やったのにっていう、なんか支援とか、いろんなもん、聞くと、いろんな支援とかもあったりするらしいし、でも、こういうね、良識的ネトウヨみたいに見える人たちなんだけど、でも私がやっぱりでも引っかかるのは、彼らの中で一人として、自分は大村さんをリコールしたのは間違ってたとか、よく考えたらね、やっぱり愛知トリエンナーレについて言いがかりをつけたのはおかしかったとかいうところまで思い当たる人は一人としていないんですよ。あと、相取り見た人だっていないでしょ、ほとんど。相取りを見に行ったやつもいないでしょ。いないけど、一人だけ私にDM をくれて、私は大村さんを間違ってると思って、リコールにも、それ県外の人でしたけどね、賛成してたけど、このやり取りとかいろいろ見てて、それは間違ってたと気づきましたっていう、悪いことを、それ一人だけ私に DM をくれた人が、それはなんかもう、愛知県の人じゃなかったですけど、でもこの一生懸命リコールやってる人。いや、でも全体の中で一人だけなんじゃない？でも一人だけ変えられたってことは素晴らしいことですよ。と思いますけどね。だからこのリコール、だからみんな自分たち、だから今でも大村はやめろって言ってるんですよね。だけど不正してまでやるのは許せないっていうのが彼らの、その良識的な人たちのスタンスだから。でも愛知トリエンナーレに対してのそういう攻撃自体が不正なんだから、そっちの不正な、情報にもね、目を向けてほしいですけどね。だから逆に彼らは今こそ、むしろなぜこれが大村をリコールしたかを
むしろこう今こそ暴き立てろみたいなことを言ってる人たちもいたりしてこれが知られるチャンスですみたいな、これでなんか、不正をきっかけにこれがなぜリコールされるまでに至ったのかもう一度知ってほしいとか、なんかそっちの方になっちゃってるんですよね。いや、だからなんか全てが間違っていて、それでほら、例えば津田さんは一人でも変えられたんだったら、よかったという、その気持ちもわかるとともに、やっぱり、こう不正追及のね、立ち上がった人たちも、人間関係だろうなっていう。だってもう相当その前から、もうなんか事務局が全然ちゃんと仕事しねえみたいなことを言ってましたもんね。だから結局、ネトウヨあるあるで人間関係ですごい揉めるんだけど、なんか、すぐ、知らん間にすぐ仲直りとかしてたりするんだよね。家族と違うところで。だから、そういうものを僕らずっと、ほら、なんか、日語会と在特会が分裂して、ついにとかって2011年ぐらいはね、なんかこう、喜んだりしてたのに、すぐなんかこう、元に戻ったりとかしてね、なんかもう、これ意味ね、そういうの人間関係ほど意味のないものないな、みたいなことを。今、でもあれですよね、なんか、百田直樹、百田さんとね、常念さんとか。だからあれもなんか、ね、揉めてるけど、そういうのもまた仲良くなったりするんでしょうね。そう全然なんかあれもね、面白いけど、あんまりなんかよし、ついに、和也もついに目覚めたかとか、全然思わないよね。そういうこう、ネトウヨ本体からちょっとこう弾かれたネトウヨってどうなっていくんですかね。別のネトウヨになる。そうめっちゃだけどね。だからね、古谷恒平ぐらい。ネトウヨから得るのが一番近道だったりしますからね。古谷恒平ぐらいの賢さがあれば、そうね。ごめんなさい。古谷恒平ぐらいの賢さと冷静さがあれば、いいとこまで来るけど、でも彼でもまだやっぱりいまだにネトウヨは真の保守ではないみたいな幻想に縛られてるじゃないですか。だから、真の保守っていうのは、真の保守というのがネトウヨなんだよっていう、今はもう、保守といえばネトウヨで、古谷君の言ってる方が偽の保守なんだよっていうことをずっと言ってるけど、やっぱりわかんないですよね、そこまでね。でも、そういうもともとリベラルな思想を持った若い人っていうのはもちろん、変わっていくかもしれないけど、老人の集団というか、やっぱり森本さんのこともそうだけど、森本さんをめぐる様々な二階さんとかですね、それからいろんな人の擁護とかも、経団連とかもそうだけど、愛知トリエンナーレのこともそうだし、リコールのこともそうだけど、やっぱり老人パワーというかですね、が、老人って言っても50代以上ぐらいかな。いや、でもね、大村知事はすごいと思ってて、それは今回の相取りのことがあって、相取りは別として、これもこの番組で言ったかもしれないけど、去年のコロナでダイヤモンド、ね、プリンセス号の発症をされた方を、愛知県の病院でかなりね、治療を引き受けて、で藤田医科大学とか、でその時に、やっぱり中国の方とか韓国の方もいて、またそこで苦情の電話がすごく来たりした時に、ツイッターで、それはとても許せない卑怯なことで、私たちはそういうどこの国の人であってもね、きちんと治療を受けるし、そういうものには屈しませんって、すっごいはっきり言ってて、すごいと思いましたけど、だからそのヘイトはいけないっていうことを。ああいう人が、僕らがもともと幻想として抱いてた、真の保守みたいな感じ。真の保守っていうか、穏健リベラル保守っていうか、それぐらいに戻ればいいんじゃないかと思ってたけど、もはや、すごい少数派だし、そういう人もやっぱりこういう大揉め事がないとそこまでなかなか反転しないっていうね、そういう問題とかも多分あると思うんですよね。なんかね、多分これ僕、にしても、どうぞ。この不充電にしても、リコール運動にしても、これ、要となるのはレーシズムですよね。
で、僕はさっきその加害者があたかも自分こそが被害者であるかのように怒って見せるのがネトウヨの作法だってことを言ったけども、これやっぱりその相取りのことされ不重点においても、やっぱりその不重点批判っていうのも全部レイシズムに基づいたものじゃないですか、全部。そしてそれがそのままリコール運動に引き継がれてるっていう現状。それからさっき津田さんが僕大事なことをおっしゃったと思ってるのは、その公金を使った日本人ヘイトみたいな文脈がね、やっぱり今回のやっぱりリコール運動の中でも何度か叫ばれてるわけですよね。これやっぱりいわゆる僕らが常に日頃批判しているネトウヨのやっぱり根幹だと思うんだけども、これは例えば日本学術会議であったり、あるいは核兵器の問題でもそうだったけれども、常に公金を使って日本人をヘイトしてるじゃないかっていうこの論理、これがレイシズムに基づいて発動されてるっていうことね、まさにこれネトウヨのためのネトウヨの運動だったっていうことが多分はっきりしたんじゃないかなって僕は思いますね。だからなんか、あれですよね。愛知の時には、まだ、まあそうは言ってもやり方が悪かったんじゃないかとかね、いう人も結構、割と左派の論者の人も結構いて、まあでもそういう、いやでも実はそんなことないし、っていうことが、僕は今回の不正リコール運動のあまりのお粗末さによって、証明されたっていうふうに思っているので、まああの時、そういう形でね、批判してた人には、全員丸刈りになって反省してもらいたいなとは思ってますけど。まあ、丸刈り。それもやっぱりすごいね、印象に残りましたよね、その津田さんのね、なんかこう、怒りの、あれどこ行ったんですか、ちゃんと用意してあるんです。ツイートが。まあ、津田さんがあの時どういう気持ちだったのかということをね、まあ、考えるに、あれ、用意したけど、どっか出てこないや。なんか墓まで持って行ってやるみたいな話がね。もう一生忘れないってやつですけど、ただ、まあ、さっきのね、ちょっと保守政治家の話で言うと、これもまだ多分どこでも言ってない話なんですけど、まあ、大村さんは確かに、やっぱりちゃんと憲法としてね、多分彼はもう別にああいう作品が、焼き芋をふかしちゃってるんでね、焼くのがふかしてるのがあるんですけど、あれですね、まあ、さっきの話で言うと、まあ、大村さんの前の知事、愛知トリエンナーレ始めたのって、神田さんっていう人なんですよね。もともと弁護士出身の知事で、あの人が芸術がすごい好きで、それでトリエンナーレ始めて、で、その後も、知事終わったって引退した後も、その愛取りの会場だったところの総長っていうところに収まって、実は、まあ、すごいね、自分でも作品作るぐらいなんかアート好きでやっていて、まあでもめっちゃやっぱり右の人なんですよ。右の人で、あれがすごい、騒ぎになった後、まあちょっと話してる機会があって、やっぱり特に大浦さんの映像っていうのはやっぱ衝撃で、やっぱすごい怒りを覚えたって言ってたんですよね、やっぱ話をして。怒りを覚えたけれども、しかし、でも今こうやって伝突されてこういうふうに起きていて、それに対してこれを天井中止するっていうのは、それはやってはいけないことだっていうことも同時にやっぱり言っていた人なので、だから、すごいやっぱり立派な人だなと思いましたよ。やっぱりちゃんと分けて考えられる。その個人としての表現に対しての、もちろん好みはあって当然だと思うし、そう。だけれども、それと政治家がそれで実際に権力を行使するっていうことには、やっぱり別なんだと。でももう、それを切り分けて考えられるっていう人がもう日本に本当に少なくなっているし、むしろそれこそが今やっぱりレイシズムがこれだけ跋扈してしまうっていうことの多分一番背景にあるっていうところですよ。だからそれはどっちが先なんだろうね。そういう態度をとって切り分けずに、私の力で少女像を展示させるのをやめさせましたとかいう方が受けるっていう、そのポピュリズム的なところから、そういう発想をする人もいるわけでしょ、きっと。これね、だから、なんかね、これはまあ、よく僕言ってることなんですけど、やっぱり他の自治体だったら、こんな不重点なんて絶対できなかったんですよ。で、僕が変な話、公務員だったら、なんか理由つけて、いや、ちょっとこれ無理っす、ちょっと上から許可出ないっすみたいなこと言って、どっかでサボタージュして、なんとか適当な理由をつけて、こんなトラブルがね、間違いなく起きそうな企画っていうのは多分やめさせてたと思うんですよね。直接的に誰がどうこうとかっていうよりも多分いろんな相談して。でも結局、まあもちろん何度も懸念点言われて、でもその懸念点に対してはこういう解決策ありませんかっていうのを出してっていうキャッチボールを本当にもう何十回でやって、それで最終的に知事のところまで行って、まあ、知事からやっぱり直接話が来て、これはさすがにちょっと、まあ最初はやっぱり少女像ですよね。少女像に関しては、これはちょっとやっぱり実物展示はやめてもらえないかっていう話。大村さんもちろん最初してるんですよ。
しているんだけれども、まあどっちかというと安全管理上の問題で、やっぱり楽しい芸術祭だしさ、みたいな話があって、でも結局それに対して、辞めさせる、自分がトップの会長としてそれを辞めさせるということは、やっぱりそれはできないと。できないけれども、こういう懸念点があるから、なんとか、こういうことやできないかっていうので、そこで僕も多分、不自由点との間に立って、本当にもうそこでも何十回もやり取りしてるんですよ。で、その結果でもできない。だったらどこまで妥協できるのかっていうことでやっていて、だから真面目に仕事をする愛知県職員と、でそして憲法が読める、やっぱり行政に介入してはいけない、金は出すけど口は出さないっていうことを徹底した知事がいたから、ある意味奇跡的にできてしまったがゆえの不幸っていうことがあるので、いや、でもそれすごい。それだから、どっかへ止まるだろうなっていうふうに思いながら進めてたら、できちゃったっていうところがあった。いや、だけど、そこでもしそれだって私がその立場だったら、きっとここまでリコールされたり、嫌がらせ言われたり、嘘言われたりしたら、いや、俺だって嫌だったんだよとかさ、俺だって止めたんだよねとかね、こんなのおかしいと思ったんだけど、立場上言えなかったんだよとかって言いそうだけど、大村さんそこ言わないじゃないですか、絶対に。もちろんだから彼はこのね、作品が好きだったとか、別にこれやりたかったとか言うんだけど、なんかもう今や、そのヘイトの人じゃ、それこそ津田さんの作品とか、大村さんがこれを好んでやったみたいな言い方とかみんな平気でしていて、で、その今回のリコールでもそういうことを言ってたり、そこを全面的に愛知県の税金を使って大村さんがこういうことをやったみたいに言ってるけど、もしね、自分、その立場だったらさ、私はやれって言ったわけじゃないよとか、私だって本当は好きじゃなかったんだよ、こんなもんとかって言いそうだけど、そこを言わないっていうのは、それだけでも結構タフだなと思いますね、なんか。あとやっぱり付け加えるとね、やっぱり彼自身にとってもすごくやっぱ大きな経験になったと思いますね。いや、それはすごいと思う。やっぱりその後の愛知ね、在徳がやってた愛知取り替えのハーレとかに対しても、やっぱ後でこういう点じゃ許されないっていうことをはっきりやっぱり知事の立場で明言したし、やっぱりそれだけじゃなくて、やっぱり文化政策にもう力入れようっていうので、すごく変わってるんですよね。だからやっぱあれを見て、あとやっぱりもう本当に伝突とか、あるいは維新に対しての怒りはもう許せないっていうふうに、本当に電話口で起こっていたので、ただ実は外からはそう見えないけど、そういう熱いところがある人だっていうのは、それはなんか、のね、こういうノーヘイト TV を見てる人には知っておいてほしいなとは思いますね。なんかやっぱり日本に限らないけど、もうこれもずっともう常日頃から、ね、僕と安田さんがここで2人でブツ言ってるけど、結局バカとの戦いであり、あと卑怯者との戦いっていうか、今回のリコールのあれにしてもそうだけど、そのトリエンナーレのね、を巡るその顛末から、もうすべてが 100% 卑怯なことしかしてないじゃないですか。で、そういうものと、一方で大村さんのような、例えば政治的には、結構意見の違いがあるところもあるけども、一応堂々と誠実に対応する人、というものとの戦いになったよね。だからこれ本当だから大村さんじゃなかったらもうそのまま終わってたよね。で、だから事なかれ主義の知事だったのが広島ですよね。で広島はああいうような形でやっぱりほとんど愛知と同じ伝突をした人が広島にもやった結果、いや全ての作品を事前検閲するって言って、でアーティストとボイコットとディレクターが全員ボイコットして中止です。でも中止の理由はコロナですとか言ってるわけですよ。だから結局そっちの方が多分多数派でしょ。そうすると、卑怯でその厚顔無知なことをやったやつがやりたい放題で買っちゃうっていうネトウヨ問題ってアメリカでもそうだけど、そういうものじゃないですか。ところがアメリカはね、この間の、議事堂選挙なんかでもそうだけど、やっぱりかっちりとそれを、肩をつけようとする逆勢力みたいなのがいるけど、日本はやっぱそこはすごい弱いですよね。やっぱり今回のリコールに関するいろいろでもやっぱりレイシズムの問題とかね、少女像の問題と相取りからのつながりでって言ってる人が、基本的に津田さんぐらいしかいないような気がするんだよな。だから、俺ツイッター追い出されたから、ツイッターあんまり見てないから分かんないですけど、なんとなくそんな感じがします。だから他の人はやっぱり民主主義
としての、壊す行いとか、そういう大きな話はするけど、なんか大事なところが抜けてんじゃないかなっていう気がしたんですよね。でもね、もちろん、愛知の県民の人でもね、私今回すごく、今までカウンターとかしてなかった人で、やっぱり大村さんの、別に今回の作品が素晴らしいからとかいうんじゃなくてね、その憲法を守るっていう姿勢を支持したいっていう、いわゆる良識派の市民みたいな人たちともたくさんつながりができて、私なんかもずっとリコールのことを細かくウォッチしては、ここがおかしいとか、そうおかしいとか言ってて、もちろんカウンター的な人たちもそれを言われてて、でもそれがここまででいろいろ続けてきたのは、そこでだからさっきから言ってるように、大村さんがとか途中で、いや、僕も本当はこれやりたくなかったんですよとか、なんか言っちゃって、だから、そんなに自分をね、リコールなんていうふうな、それ誤解ですよとかって言ったりしたら、もう私たちも多分すごい心が折れて、もうリコール反対なんかしたくないと思ったと思うけど、ずっと沈黙をしたり、記者会見ではね、時折触れて、やっぱこれは、民主主義の制度の不正なりよとか、いろいろガチッと言ってくれたから、そしたら私たちもさ、ずっとそれを、やっぱリコールおかしいっていうのを言い続けられたっていうね、のがあったと思いますよ。だからこの今のリコールのところまで至って、やっぱり振り返ると、2年、1年半前の、津田さん、もっと前かな、要するに愛知トリエンナーレで不自由展。あれ、聞こえない。あれ、野間さんの声が野間さんの声が聞こえなくなった。野間さんの声が出てない。声が聞こえないですよ。ミュートになってるよ。ミュートになってる。したんじゃないのかな。ミュート解除した。でも、電池がでも、ワイヤードのやつだから、あれですよね。一回つけ直して。今ミュートになってるよ。今ミュートになってますよ、野間さん。野間さんが。Wi-Fi じゃなくて線で。聞こえる。聞こえるようになりました。今そこまで聞こえてたかな。要は、津田さん偉かったな、みたいなこと。ありがとうございます。くさびを打ち込んだなと、ここまで。向こうは向こうで引き負うものだから、いろいろ悪あがきして、傷口をどんどん自分で広げていくじゃないですか。いや、本当。だから10月25日までは、私たちもリコールそのものがおかしいんだっていうことをずっと言い続けてきた、彼らの主張がおかしいっていうのを、主にツイッターとかですけど、言い続けてきたんだけど、そこからあとは、向こうが勝手になんか自分たちで穴を掘り出しちゃって、ってこっちは見てるうちに大きな穴を掘って、どんどんって飛び込むみたいなことをし始めたから、そこからはすんごいただもう仰天しながら見てただけですけど、ちょっとでもなんか、やっぱり少し潮目変わってきたんじゃないですか。だからそれこそ、高須さんが、もうそんなに僕も楽観視は全然してないけれども、高須さんが意味軸も予言してたじゃないですか。都構想は通る。トランプも大統領になる、リコールは成立する、3つの予言が全部外れたので、なんかやっぱり、ただやっぱり本当に、さすがにここまでは、実際ね、やっぱ僕もやっぱ報道を追ってると、不正リコールが報道されて始めてから、ツイッターなんかでも、やっぱ高須さんに対するものに対する世論というか、あるいは発信に対して、だいぶね、本当に変わったと思いますよ、ヤフコメなんかも見てても。相当やっぱり変わって、こういう人たちがやってたんだっていう風になった部分もあると思うので、それをやっぱりね、次に生かしていく必要はあると思うんですけど、あとなんか、もう一つチャットでね、教育の敗北ですよねっていうのを書いてあった人がいたんですけど、僕はちょっと違った見方をしていて、要するに教育の敗北っていうのは、なんで敗北させられたのかっていう話で、これこそがまさに安倍さんですよね。安倍晋三が、第一次安倍政権の時に真っ先に手をつけたのが教育基本法の改正で、愛国心教育を入れたっていうことで、それでやっぱりね、教育現場が本当に変わったんですね。で、そこで、そこの愛国心教育を受けたような人たちが今もう世の中に出てきているっていうこと。それはね、本当にじわじわと相当影響を与えていることなので、実はその敗北っていうのは何に負けたかっていうことに対しての内実について、もう検討しないと、やっぱりなんか安易に、教育がダメだよねって言っててもダメだと思うんですね。それはもう、すごく明確に意思を持って変えられたものなので、ということを思いました。もうだいぶ時間過ぎちゃった。何時までやるのか。
でも野間さん、また声が聞こえないよ。ミュートになってまます。たミュートになってる。有線で繋いでるのにコネクションが落ちるんだよね。なんか、JCOM が悪いのかな。もうそろそろ時間があれなので、終わりたいと思いますが、須田さんは言い足りないことはもしあれば大丈夫ですか？そうですね。いや、まあ、また呼んでください。別に来週出ていただいてまたいいですか？あと、まあ、そうね、あと、まあ、なんかね、いろいろ喋ることはあるっていうのもあるんですけど、ただ改めて、まあ、このリコールみたいなものも含めて、なんかちゃんと、愛知のことを自分の言葉で、あるいはまた再取材をした回顧録を作らなきゃなっていうことは思ってます。そうですね。ぜひそれは読みたい。回顧録僕も読んで、すげえ面白かったんですよ。だからそういうのも含めて、ちょっと、自分のやっぱり、まあ、40代をね、なんかちゃんと総括する意味で、書かなきゃいけないなっていうことは思ってるので、はい、また皆さんにもお話を伺わせてもらうと思います。よろしくお願いします。ぜひぜひ。はい。はい。じゃあ、今日はこんなところで終わりたいと思います。なんかいろいろちょっとまた音声の不備がありましてすいませんでした。加山さん、津田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。安田さんはまた来週2月17日水曜日20時からありますので、来てくださいね。はい。じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。